ね、ついていたリアサスペンション、新しく、長えじゃん。新しく買った方が長えじゃん。キクシンチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。段ボール届きました。今回はね、佐川急便さんです。ありがとうございます。じゃーん。サスペンションです。はい、サスペンションです。でこれね、実はあっちのブブ501に使ってたやつと基本的には同じやつ、安いやつ、まあ、安いって言ってもね、4本でね1万円ぐらいはするよ。安いよね、もっと安いなんだ1本1000円ぐらいのやつとかもあるんだけど、まあ、その長さが細かくこう設定があるのと、まあブブで使ってそんなには悪くないよね。で減衰力足りないんだよ基本的に。やっぱりこれもこのショックのね、それが全然足りてはいないんだけども、本当はもっと強いショックを調整したりとかね、こう調整したりとかできるやつがあればいいんですが、やっぱね、その適合とかの問題もあるから買えないんだよね。で普通のバイクのショックとかと1本ね1万にね、いいやつだとやっぱり1本ね2万とか3万とかすんだよね。でバイクだと1本だったりするからいいんだけど、こう今回さ4本なんだよね。ってなるとあんまりさ、それでちゃんといいのかどうなのかわからない。普通の乗用車とかのサスペンションってでもこれでいいよっていうのが決まって、これの用のこれのでこのぐらい硬くなってこのぐらい速くなりますみたいなのが分かって買うんだけど、合うかどうかも分かんない、どうなるかも分かんないまま買うものにいきなりそのね4本で10万とかかけられないので、今回はこのとりあえずいつものやつを組んでやって、で動きがどういう風に変わるかによってまた次の方針をね決めていこうと思います。じゃあ交換で、今回ねこう後ろがねやっぱ前に比べて短いから、短いのと長いのと2セット買ってみました。でここでプリロードね、バネの初期の動きの硬さみたいなやつをこう調整する機能がついています。よいしょ。はい、タイヤ取れました。じゃあね、後ろから交換していきたいと思います。後ろ足はね、ここ上と下でくっついてんだね。この前マフラー外す時にさ外したから、それ見てもらってた人はね分かってくれてるかなと思います。ね、ついていたリアサスペンション、新しく長えじゃん。新しく買った方が長えじゃん。長かったっすね。まあいいや、つけていきます。ちょっと車高下がる予定だったけど、車高上がるやつだね。上がるパティーンだね、これはね。いやちゃんと測ったつもりだったんだけどな。2センチぐらい長いね。もう合成とかはね出そうじゃないね。でこういうね不均等巻きスプリングとこう均等巻きスプリング、これだとこう動きがね二重になるというか、2つの動きのパターンが出ています。オイル漏れしてるよね。よし、これでねとりあえずこれに交換してどうなるかやっていきたいと思います。わあ、車高高くなっちゃったね。
はい、こっち側もつけていきます。あとね、ロックナットになってます。抜けないようにね、ここにちょっとついてるでしょ。さすがにサスペンション外れたら困るから。フロントはね、なんか車外のサスっぽいのがついてんだよね。ちょっと持ち上げて。ここにね、ホーンがついてます。ピッ。フロントのサスペンションはというと、同じですね。だいたい同じ。よし、取り付けていきましょう。プリロードは後からでもつけれるから、こうだに、こうだに。長さがやっぱちょっと長いんだな。よいしょ。はい。じゃあ調整していきます。ここね。回しています。これでね、ロックがここの位置に来ましたね。こんな感じで、ここの位置だとバネがまだこうそんなに締まってないのね。でここにこうギュッとやることによって、このスプリングのこのシートが上に来るので、スプリングがギュッと少しね縮むような感じになります。事前にね。それによって初期の動き出しのが少し硬い感じになる。少しだけね、プリロードって言います。最初にどのぐらい荷重をかけとくかみたいな調整を今しております。よいしょ。はい、取れました。わ、こっちはもうブッシュが死んでたね。これだとこっちもだね。やっぱりこのフラフラする原因にもなるよね。OK、一番ね、このテンションがかかるところに設定しました。せっかくさ、綺麗に塗装したんだけどさ、ネジさ、毎日外してるから塗装剥がれてきたよ。しょうがないね。もう完璧に直ったらまた塗り直そう。はい、とりあえず交換完了しました。車高は変わんないかちょっと上がったかな？変わんないかちょっと上がったぐらいですね。まあちょっとぴったりのねセットっていうの、前だけ後ろだけっていうのが、例えば前だけの長さだったら短くもできるんだけど、後ろと合わないんだよね。後ろと前とそのこう微妙な長さを調整して変えるキットっていうのがどうしても限られてくるんで、そうなってくるとやっぱちょっとこの組み合わせかなと思います。とりあえず新品になったので、この状態で走ってみて、で次またじゃあサスペンションをいじっていく上でどういうセットにしていくかっていうのをまず考えていきたいと思います。じゃあ走ってこようか。エンジンかかるかな。キーオン。おお、かかったじゃん。いいね
はい、帰ってきました。すごく良くなりました。50キロぐらいまでは普通に走れますね。ただまだ結構やっぱり不安定っていうか完璧じゃない。安心して、じゃあ60キロまで踏んでいけるかっていうと、60キロはちょっと怖いですね。じゃあこっちの三輪の部分とどうかって言われたら、こっちの方がまだちょっと安定してるかなって感じかな。それにだいぶでも、もう8割9割、やっぱり四輪なんで近づいてきましたね。だからこっからちょっとさらに詰めていきたいと思います。そのアライメントの部分ね。今やっぱり逆ハの字、逆ハの字自体はいいんだろう。別に悪くはないんだとは思うんだけども、この塔の部分でもう少し直進安定性を上げてあげたりとか、サスもだよね。結局やっぱちょっと長かったんで、リアがね、やっぱ短いの方が、リアのやつ前に持ってってさ、でさらにちょっと短いものをちょっと探して、お試しで買ってみて、つけてみてもいいかなとも思います。いろいろね。今後も、ブブ楽しんでいきたいと思います。キャンピングカーバケーションもあるからね、海の方にもね、イベントにもね、持っていきたいと思っているので、皆さんにね、ちょっとまだね、ボロボロのまんまなんだけども、ボロボロの状態のまんま一回ね、見てもらったらいいかと思います。ブレーキとエンジンはすごくいいね。パワーはやっぱりない。もう重さもあるのかな。こっちの部分ね、60キロ以上出るんですけど、今現状でやっぱり50から60の間っていうところでやっぱパワー不足、そのギア比の問題だけじゃなくて、その坂道でこっち501が40キロ45キロで登れるところ30キロでしか登れなかったりとかするんで、そこら辺も含めてね、今後の課題として、やっていきたいと思います。まだまだやることあるね。あそこがね、ハマーレ2つです。キャンピングカーバケーションの会場。